社会盛り上げるための活動を第一線でやってるっていうのもあって、やっぱ一番かっこいいかなって思います。素晴らしく。コロナ話しましょう。コロナで終わったらね、行きたい。納豆。納豆嫌いです。やばい、俺納豆毎日食べてる。これ、まさつさんとはもうやっちゃいけないわ。家族で嫌いな僕だけなんですよ。何歳からゲーマー ?17 歳。あ、でもちょっと遅めなんですね。これはあれです。オフに行ったのが17歳。でもゲーム自体はゲームはもうずっとやってるけど、そうね。本当にそのやり込み出したのはオフ行ったのが17歳って感じです。じゃあ全然僕と一緒ぐらいっすね、17歳って。同じかな。これタメ口を聞いた。僕も当時タメ口で生きてたから大丈夫。まさしさんにそんなこと言って僕の場合はその時いた方々に肩でめっちゃ怒られたからそれで敬語使いになったけど。そう。ゲーマーでしたこと。これ前動画見ましたよ、僕上がって。あ、そう、最近動画で上げてたよ。私もみんな見てな。なし。ない、本当にない。一切ないね。世間一般でさ、なんかよく言われるのは時間の無駄じゃないって言われるけど、全然違うよね。違うね。もう価値観の違いなんだと思うけど、これはないかな。まあこれはスマブラやね。じゃあなんかスマブラ以外でなんか特にやり込んだゲームとかも。いや、格ゲーはやってたかな。格ゲー。だけどスマブラってやっぱ格ゲーじゃないと思ってるから、だから一応対戦アクションにしといた。はいはいはい。シミュレーション。あれこれは甘神ですか？これは、あれ、違う、そのシミュレーションじゃない。はい。ファイアーエンブレム。ファイアーエンブレムが無理なんですよ。なるほど。じれったくてもう途中でやめます。全員一斉に動ける。ここ行けみたいな。はいはい。これどっちも出たやつじゃないですか。これどっちも出た。どっちも出て、片方、リメイクの方は終わりました。最近。配信で全部やりました。で、政権は買ってて、いつやろうか考えてる途中です。配信はちょっと考え中です。14歳。はい。これはまあよく言う友達と最初にやってた。学校の友達とやってて俺ツエしてたタイプの人間です。地元最強。はい。すごい。これさっきやってたあれですね。長いな、17年って長いです。17年はほんまに長いですね。ちょっと僕なんて5年ぐらいですよ。そっか。比較するとまだまだだな。おお。そうね。これちょっとストップ。はい。はい。じゃあ QB さんとアースさんということで、はい。いつからもうなんかなんですか？ QB さんはもうデラックスから僕がオフ行き始めて1年後ぐらいかなぐらいに初めて会ってもうそっからずっとですね。なんか去年の年末とかも一緒に忘年会だっけな新年会だっけなどっちか飲みに行ったりとかもしたんで普通にやっぱすごく仲いいですね。年近いのもあるんで。アスさんもアスくんもまあ今はなかなか2人とも忙しくてなかなか遊びに行けたりはできないんですけど、まあそれ以前スマホとか X の時は普通になんか泊まりに行って飯食ったり一緒に風呂入ったりとかそのくらい結構絡んでました。でも僕らからしたら QB アースねまさしさんとかもレジェンドですよ。そうですね、レジェンドイメージ。レジェンド級。いや僕なんでもう化石ですよ化石。まだそんな計算するの。今も現役だから。はい。ありがとうございます。はい。これはねあれです。やっぱりね一番これねスマログでも話したんですけど、スマブラ関係の活動を真っ先に動いてる、YouTube の配信もそうだしスマッシュログも最初にからいたし本当になんか
スマ界盛り上げるための活動を第一線でやってるっていうのもあってやっぱ一番かっこいいかなって思います。面白いと思う人。うん俺はまあ面白いよね。鉄板ですけどやっぱ配信個人の配信見ててもスマログの収録しててもやっぱ思います。言葉選びが巧みというか他の人とやっぱちょっと違う。トーク力ありますよね。うんお憧れの人。うんキュビさん。みさん。これはまあこれもちょっとどっかで話したことあるんですけど僕が知ってるスマブラの中で一番スマブラを楽しんでる人だと思ってるんで、そうね。そうね。役で楽しんでる。多分絡んだことある人と思うけど分かると思うけどすごくねスマブラしてる時ってめちゃくちゃ騒ぐじゃないですかキュービさんって。そうね。今はすごい硬いけどさそうね。そう今やっぱり立場的にやっぱ真面目しっかりね決めてる人だからあれやけどね実際対戦するとすごい柔らかい人だから僕も多分一番影響を受けたかもしれない、キュービーさんに。そういう人多いと思うね。多いと思います。まあこれはみんなそうですよね。うん一番大事なんじゃないかなとは一番思います。自分が触ってて楽しいキャラが。うんこれあれスイッチの起動時間を取りました。だから僕がプレイしてない時間も入ってるからそうよね。これプラスオフとかね大会とかあるしな。だからちょっと厳密にちょっと分からなかったからスイッチの時間を入れました。意外。これ無限ループじゃないですか、スマブラで。そう動画編集とか YouTube とか見ててで仕事とかもやっててで一通り落ち着いて疲れたなって思ってなんか結構イライラしたなと思ってやっぱスマブラやっぱ手つけますね。とりあえずつけてとりあえずスマブラしようって。2年です。もうすぐ2年6月で2年です。なんかもっとずっとやってるイメージあったけど、配信を始めようと思ったきっかけとかって何なんですか？配信を始めた理由は僕さっきの質問とかあった通りもう結構スマブラの歴が長くてでこんだけやってんのに何も形に残してるものがなかったんですよ。ただただ対戦しててただただ大会出てるだけでなんかすごいもったいないなって思ってこんだけやってんのになんか形に残るもの欲しいなって思ったっていうのとあとはゲームで生きていくっていう道が、少なからずいいなと思ってたんですよ。でも現実的に多分無理だろうなってのも思ってたしプロゲーマーで自体が自分に向いてるのかも分からなかったですけど分からなくて結構そういう道諦めてたんですけどその時もアバ団子さんのが配信してるのを見ててこういう道もあるんだなって思ってやり始めた。この2つが理由です。動画投稿の頻度やばくないですか？動画投稿は多いかな。お仕事をされてる中毎日レベルでバン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 。本当に思う。動画編集は本当に楽しいからやってる。すごいな。好きでやってるからだから全然苦にならないしむしろなんかスマブラ疲れたから動画編集するし動画編集疲れたからスマブラするしすげえ。すごいな。そうやな。多分ねみんなしたいと思いますよそのループ。僕も動画編集するんですけどねなかなかですよ。ある程度知識があったのもちょっと大きくてそういうデザイン系の勉強を学校でやってたからだからなんだろう嫌いにならなかった毛嫌いしなかったっていうのもあるかな。すごいな。これちょっと関係ない話なんですけどまさしさんのツイッター見ててまさしさんもなんか企業に編集してもらってる人がしてもらってると思い込んでる人がいてそうなの？見かけてなんかまさしさんなんか企業に編集頼んでるんだろうけどなんか嫌だなみたいな違いますよね。一切頼んでない一切頼んでないです。はい。今使ってるね。いなかったら歩きの
配信で見かけるかな、多分ルキナだったと思う。まあクラウドいなかったらスマブラ続けてたから怪しかったかもしれないけどそんなレベルなんだ。いや本当にスマホの時にクラウド出て、僕が勝てるようになったのってクラウド出てからなんですよ。あれそれ以降本当に勝てなくて、ピット使ってましたよね。そう、ピットとシーク使ってて全然結果が出なくて、俺そうになってた時にクラウドが出て、なんだこのキャラって、なんだこのなんかこれ神キャラそうクラウド出てくれたから今もやり続けてる感はあります。 X 勢みんなスネークうまいよな、対スネーク。やっぱ得意だね。得意かな。やっぱ経験がやっぱめっちゃ生きる。X の時の経験が。ちなみに僕も X やってて対スネークやりやすいなって感じです。あれ X やってたっけ？僕大会には出てないんですけど、普通にオンラインの僕の話まあアイテムなしタイマンスレイを潜ってたんですよ。あそこでいろいろやってました。コアな話になってきたな。苦手なキャラジョーカー無理。これジョーカー僕も困ってます。単純にシンプルにきついですね。まあなんか具体的にどこがきついというか、そういうのは相性的にもきついし、やっぱなんかステップの対処が自分があんま得意じゃないっていうので、やっぱ立ち回り強いキャラに立ち回りで勝つっていうのが一回技差し込むのがやっぱ難しいかなって感じ。復帰もきつそうですよね。差し込むなかなか差し込まれてで差し込まれたら死んじゃうっていうのが印象に残ってる試合。ザクレイローン、これは最近のやつです。最近のやつですね。これみんな気になってたやつですよね。最近見た試合の中で一番面白かったから、これみんな見てない人いたら見た方がいいレベルで本当に面白かった。最高で何時間連続スマブラ。これねあんま覚えてないんやけど、多分デラックスの時かな、永遠とスマブラしてた時は多分このくらいやってたと思う。なんかスマ勢なんかあるよね、永遠にスマブラをやる時期っていうの。あるある。徹夜で徹夜してある。朝になってんだよ、気づけば。俺もあるわ。たらね、ほんまに時間経つのすぐやからさ、なんか飯食べる以外全部スマブラしてるみたいな。米さん今でもこのくらいの印象あるもんだって。今はね、そこまではやってないね。大丈夫、ちゃんと風呂入ってる。入ってるわ。64やってたんですか？64、これ本当にあれ、学校の友達とやってた時は使ってて、フォックス強キャラを見分ける。なんかもう格ゲーの歴史に残るキャラクター。それはある。そうスマブラデラックスのフォックスはね、強キャラの素晴らしさっていうのを教えてくれるキャラクターだったからハラスメントしてたよね。いや、本当いいな、この趣味欲しい。動画編集好きですね、素晴らしいな。大好きです。ちょっと僕たちもちょっと参考にしたいんで聞きたいんですけど、どこら辺を楽しんでるとかあります？まあ動画編集も面白いけど、YouTube の自分のチャンネルの動画のタブに自分の作った動画が並んでいくのが本当に楽しい。それを見るのがすごく好き。確かにシリーズやみたいな。そう、基本ステチューなんで、RPG とか自分で作ったもの、築けたものを見るの好きだから、なるほどレベル上げとかしたもの好きだから、そういうチャンネルとかも作ったものがもう並んでるのはすごく見てて気持ちがいいから、なるほど。それがモチベになってます。これちょっとじゃあストップしようかな。はい。これ読んでなければどのゲームやり込んでた格闘ゲーム。はい。私がこれは知ってる情報の一つなんですけど、もともと大橋さんってそのギルティギアをやってたっていう、やってました。はい。話があるんですけど、私もその時の話は本当に人の伝いで聞いたっていうだけなんで、あんまりその頃の時代の話って知らなくて、はい。なんかどれくらい、どの時期にどれくらいやり込んでたのかなって。ギルティギアはデラッ
スの後期、中期から後期ぐらいにかけてやってましたね。多分3年ぐらいかな。3年、結構がっつりやってました。キュービさんもやってたんですよ。ギルティが。そうだから一緒に普通にやってましたね。それになんか毎日仕事終わったら家に帰らずゲーセンに行って、閉店まで対戦するぐらいにはやってました。楽しそう。なんかね、やっぱね、その時スマホデラックスの時ってネット対戦ないじゃないですか。でそんなに頻繁にオフもなかったから、まあ対戦しようと思ったらやっぱ土日にオフに行かないといけない。だけどゲーセンに行ったら対戦できるんですよね、平日に。誰でもいるという対人戦ができるっていうので、そこがすごくいいなって思ってずっと通ってました。っていうのがギルティギアでギルティギアだけじゃないんですよ、僕。マーブル VS カプコンもやってて。そうなんや。はい。これがX の後期僕 X やってなかったんですよ。やってなくて、マブカップの方やってて、でこれもあれです、近くに結構やり込んでる人が、身内がいたから、だからせっかくだからやってみようかなって思って、でこれもあれなんです、好きなキャラがいたんですよ、マブカップに。6マイクスのゼロっていうキャラクターがで、有名な音楽のめちゃくちゃ好きで、だからキャラのあれでフレンド部屋のやつゼロの曲だよね。そうです。そうです。アイコンもゼロだし、だからキャラが好きで興味持ち始めて、で身内もやってたからそれもやり込んだって感じですね。やばい、これ俺さっき言っちゃったけど、これ。そうは自分では思わない。なんかね、単純に年齢的なところで落ち着いてるだけかなって思ってるんですよ。そんなに熱くならないというか、例えばスマブラやってて煽られてるとかすることはあると思うんですけど、別にそれがやりたくてスマブラやってるわけじゃないから、もうスルーした方が自分のためなんで、まあんま関わるだけ無駄だと思うから、だからあんまりそういうのにも付き合わないし、まあうまいところは褒めた方が自分の気持ちの高ぶりも抑えられるんで、相手の強さ認めた方が強くなれると個人的には思ってるから、なのでそういう立ち回りをしてます。そういうところからも素晴らしくないですか？いっぱいいると思うけどな。なんかほとんどがとは言わないけども、俺の方が漂ってる強いぜみたいな。俺が世界一やみたいな。僕は思ってないですけどね。僕は違いますけど、多分さっき言ってたんですけど、なんか年齢的に大人って言ってたじゃないですか。はい。多分まさきさん僕ぐらいの年齢の時そんなにクソガキでもないですよね。根っからどうだろう。いい人です。どうかな。どうかな。でもありました？いやだから僕もだってタメ口で喋ってたことあったから、敬語で初対面の人に敬語でタメ口聞いてた時あったから、正直人のことが言えないから。ちょっと仲良くしていきましょう。目標。これはやっぱりオフ大会の優勝かな。海外とか来てほしいですけどね。まあ海外はね行くけど、とりあえずの目標かな。なくなっちゃった大会なんですけど、FF ファイナルサーガー。あったなー。悲しい。あったなー。行きたかったんだよな。あれ、これ、まさきさん誘われたこと言っていいんですかね？出てましたっけ？出てた。だからまさきさんと一緒に行けるってなってめっちゃ楽しみにしてたんですけど。ね、あれ、しかも結構な人数行く予定やったもんね、あれね。そう。S ティアだよね。S ティア。もうさすがの 2GG 様ということで。ね、FF がテーマになってるっていうので余計に行きたかったんだけど、まあなんか話的には延期
らしいから、延期まだ、っていう話はありました。いたら、亡くなったのが確定したわけではないから、まあ、期待しておきましょ疫病を許すマジ。いや本当にう。どうすることもできんからな許。すマジ。あら、じゃあこれで終了。あ、はい終了なんだ。終了ですありがとうございますはい、ありがとうございました。じゃあこんな感じでスマッシュクルは成り立ってます。こんな感じですはい、勉強よろしくお願いします。はい。まあ、いろんな話がね、聞けて本当に良かったです。はい、まさしさんの素顔とか、まあ、うん。あんまり表で知られてないようなお話とかが聞けたんじゃないかなと思います。はい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございましたありがとうございました。はい、ここからはですね、みんなで対戦に行きたいなと思います。あ、スマー勢だからね。そう、そうね対戦したいですね。もうマブラを闘戦闘争心が。はい、闘争心がね、ありますからね。はいまあ、ただ今回の、この回はですね、一旦は終わりということで、締めさせていただきます。いはい、じゃあ、次の対戦会お楽しみにということで、チャンネル登録と、高評価ボタンぜひぜひ、よろしくお願いします。そして、まさしさんもね、よろしくお願いします。お願いします。では、対戦へ行ってみましょう。